はい、どうも清水俊介です。本日はゼロから始める倒立講座いきたいと思います。はい、で早速なんですけども、倒立をやるときは手首に結構負担がかかるんで、手首のストレッチを入念に行ってください。またあと肩周りですね、肩周りのストレッチをしっかり行ってからやってください。でこの動画ではストレッチは割愛させていただきますので、僕が以前出した肩のストレッチの動画ここに上げときますんで、もし気になる方は見てみてください。まず理想の倒立の形についてちょっとお伝えしたいと思うんですけども、いやそんなのいいやっていう人は動画飛ばして実践の方から見てみてください。まず理想の倒立はまっすぐですね。体がまっすぐになったような状態、こういう状態ですね。まっすぐで、普通に人が立ってる時は緩やかな S 字カーブで立ってるんですけど、倒立に関してはこの S 字カーブではなく、なるべく本来の S 字カーブをちょっとグッて伸ばしてまっすぐにするような感じでやります。なので、腰をちょっとこっちにクッてお尻を締めるような感じで骨盤をこっちに回転させて胸も丸めるような感じでやるんですけども、その意識づけの方法を今からお伝えします。はい、それでは胸の丸める方法、体操用語ではよく胸を含むっていうんですけども、こういうふうに丸める姿勢を、胸を含むトレーニングをご紹介したいと思います。まず四つん這いになります。四つん這いになって肩の下に手首、お尻の下に膝がちょうど来るように、ここがちょうど真四角になるような感じですね。でこれキャット&ドッグっていう動きがあって、胸をこう丸める、反る、丸める、反るっていうエクササイズがあるんですけども、これはすごい倒立の胸の含みの意識づけにすごい大切なトレーニングなんで、ぜひやってみてください。うまく動かないときはこの最初肩甲骨だけ動かしてみたり、胸の胸椎だけ動かしたり、あと、ここの腰椎ですね、腰の部分だけ動かしてみたりしてください。でこの全てができるようになったら、胸椎、腰椎で肩甲骨ですね。肩甲骨もこういう感じですね。グッて丸める感じ、丸める、反らす、丸める、反らす。で倒立の姿勢、正しい姿勢はこう丸めてこう押してるような姿勢がいいと言われています。ちなみにこう反るのがドッグで、こう丸めるのがキャットらしいです。猫がこうシャーって怒ってる時のポーズみたいな。でこっちがドッグ、犬ですね。それはどうでもいいんですけど、とりあえず重要なのはこのしっかり背骨を動かせるっていうこと、これを意識づけしてやってください。で次は肘をつけて胸丸める、反る、丸める、反る、丸める、反る、これを練習してみてください。でこれができたら胸を丸めた状態で足を後ろに出します。いわゆるプランクって言われる姿勢ですね。でよく子供とかにやらせるとこうお尻をね、こう上がっちゃう子がよくいます。でもお尻は下げます。お尻は下げた状態で胸を含む、でこれができたら手を前にちょっとね、靴下滑るんで靴下脱いだ方がいいかもしれないですね。四つん這いの状態から胸含む、足を出すで手も前に出す、これですね。でこれをなるべくこう下の方にぐーっと近づけて止まれるようにしてみましょう。でこれは結構しんどいんで、上級なんでもうちょっと簡単なのを教えますね。でそもそもなんで胸を丸めなきゃいけないのっていうのは僕の思うことなんで、ちょっとこれ合ってるかどうかわかんないんですけど、トンネルって丸いですよね。
でトンネルの上はもう大きい何百トン何千トンという山を支えてるわけじゃないですか。でもこういう丸いアーチ状になってるから上にかかる圧ですね、重さを分散するわけで、体も一緒で、ここをこう丸くトンネルのようにすることによって、上から押されてもびくともしない。なのでよく僕が教えるときは背中を丸くして、ここの背中の部分をグッグッグッと押してあげます。ちゃんと支えられてる子、肩の下に手があってちゃんと胸も丸めてこの形が作れてる場合は上に多分人が乗っても大丈夫です、それぐらい強固な土台になります。手のつき方なんですけども、僕は中指を前に正面に出してついてます。でこの時に指はこうまっすぐこう綺麗につくんじゃなくて、ちょっと指をこう床を掴むようにして、こういう感じですね。こうまっすぐこうつくと指踏ん張れないんですよね。指をこう立ててしっかりこう指に体重が乗るような感じでしっかりつけます。で肩幅ぐらいですね、僕は。で倒立やる時もこう前に体重かけた時に親指グッて力入ると思うんですよね。前にこう体を前傾させた時に足の指に力が入るように、倒立やる時も指をこう立てることによってこう前に倒れそうな時にグッと指で踏ん張れます。なんで手のつき方は指を立てることをお勧めします。一番最初はこの腕立て伏せの姿勢で胸を含んでやる意識をしてみてください。でこの時にお尻こう上がらないように、お尻をこう下げて下にグッて、ちょっとなんならお尻の筋肉をこうグッと締めるような感じで胸を丸めます、この姿勢ですね。で肩甲骨こう下げたり上げたり下げたり上げたりする運動もこの胸の含みを意識するための練習になるんでやってみてください。で先ほどの腕立て伏せの姿勢が長くて1分、短くても30秒ぐらいできるようになったら、このような台に足を乗っけます。足を乗っけて、で最初、上半身の力がない場合は結構上の方に上げちゃってもいいと思うんですけど、でこの前に出れば出るほどしんどくなってくるんで、筋力の弱い子供とか、女性はこうももぐらいまで上げてもいいかもしれません。こういう感じで、今ちょっと壁があるんで足が曲がっちゃってますけども、壁がなければ足伸ばしてやってみてください。で胸をこう含む練習ですね。グッと。で慣れてきたら前に出ていく、こういう感じ。つま先伸ばしてでもいいですし、で肩の下にちゃんと手首が来るように、で胸を丸めます。でこの姿勢で30秒ぐらい耐える練習していきます。はい、慣れましたらこういった壁にですね、足をつけてやる練習があるんですけど、こうよじ登る感じですね、よじ登る感じ、で胸を丸めてしっかり支える、こういう感じですね。ここで10秒20秒できたらどんどんこっちでも上がって、この辺の角度で10秒20秒できるようになったらどんどんこう近づいていく、で最終的には壁の近くまで行くんですけど、でこの時に壁にこうお腹をあんまりつけると良くないです。お腹をつけると胸が落ちる倒立を覚えちゃうんで、お腹をあくまでも含む、丸めるような意識を持ってやりましょう。壁側がお腹になる倒立、壁の方に近づけてなるべく倒立に近い状態で1分ぐらい耐えられるようになったら、今度は壁側が背中になるような倒立をやってみましょう。子供とかはこっちの壁背中の倒立をやるときに手の力がないからよくこうくしゃって潰れちゃうことが多いんですね。なんでもし大人の人とかいたらなるべくこう足とか
補助してあげる方がいいと思います。最初は壁の方にこう立って、そうですね、壁から手1個分ぐらいかな離してたところに、右足前でも左足前でもどっちでもいいんですけど、自分のやりやすい方、手をついて最初はポンって蹴ってみてください。ポンポンで、これが慣れてきたら強くどんどん蹴っていく。で、後ろの振り上げ足が先に壁にタッチするような、後ろの振り上げ足はタッチ戻る、これが慣れてきたら後ろの振り上げ足タッチして残りの足をつける、これでまた30秒1分どんどん長くできるようにします。はい、それで壁側お腹、壁側背中、足つけて1分ぐらいできるようになったら、この後は足をつけた状態で片足、例えばこっち10秒10秒、慣れてきたら30秒30秒とかやってきます。で、ここまで来ればもうちょんちょんってこうやっていくと乗る位置が分かってくるんで、自分で片足でこうちょんちょんってやりながら自分の倒立が乗る位置を探します。はい、で逆も同じですね。逆も逆立ちして、この時お尻つけないでください。お尻つけずに離して片足10秒10秒ずつ、あるいは30秒ずつできるようになったら、ちょんちょんと壁を蹴って軽くで自分の止まる位置を探す、こういう練習してみてください。で、そもそも肩が硬くて入らない人はこういう壁に手をついて肩入れっていうんですけど、肩を入れるストレッチをしてみてください。やっぱ肩がね入らないとまっすぐ倒立するのが難しいんで、ちょっと乱暴なことを言えば、どんなに汚い形でも逆立ちは止まります。例えばもうこう胸落として膝曲げて、こういう状態でも止まれるし、逆に足をこっちに戻してこういう形でも止まろうと思えば止まれる。ただこれはしんどいです。立ってる時にこうやってずっと立っててって言われたらしんどいじゃないですか。こうやって立ってて、一番楽な状態でこうまっすぐ頭、肩、腰、膝、つま先、くるぶしかがまっすぐ乗ってる状態が一番楽で、倒立も一番楽な姿勢は本当にまっすぐな姿勢です。もちろん今やったあまり良くないと言われる倒立もある意味倒立を修正する上ではいい練習にはなります。例えばちょっと遠くに手をついて反った状態を作ります。それで足をこう戻す練習、グッと戻す練習、肩をグーって引いて、肩を引くことによって足が戻る、自然と。で、ちょっと遠くに手をついて肩を前に出して倒立を戻す、自分の定位置のところに戻す、肩を前に出して戻す、こういう練習、こういう練習も結構倒立の修正の練習になります。あともう一つは横ですね。横で壁に対して横向きでこう足をちょんちょんって蹴ってあげて止める練習。はい、こんな感じで倒立を練習していけば止まるようになると思います。で、まだまだいろいろ Tips があるんですけども、今日お伝えできなかった分、今後もしかしたら動画にするかもしれないんで、ぜひチャンネル登録、そしてこの動画が良かったなって思う方はいいねボタン押してください。はい、それではゼロから始める倒立講座でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。